ご覧いただきありがとうございます。今回は3泊4日いたウィーンの街を Vlog 形式でご紹介します。ミュンヘンから到着したウィーン中央駅からホテルのあるシュテファンプラッツ駅まで地下鉄で移動します。シュテファン大聖堂です。ここはウィーンの中心地にあってとても便利な場所です。シュテファン大聖堂、中も綺麗ですが外からの眺めが私は好きです。我が家今回ちょっと登れなかったのですが、北棟と南棟には展望台があってエレベーターで登れます。シュテファン大聖堂、オペラ座、ホーフブルク王宮をつなぐゾーンがショッピングエリアになっていて、お土産物屋さんからシャネルやエルメスなどのハイブランドのお店までたくさんのお店があります。夜10時ぐらいまで賑やかなので夜のお散歩も楽しいです。そうそう、過去に嫌な思いをした経験からハイブランドで大きなお買い物をする予定があるときはお店の近くにホテルを取った方がいいと思っています。今回ね、私たちは買い物目的の旅行ではなかったのですが、とても便利な場所ということでシュテファン大聖堂近くのこちらのホテルロイヤルに宿泊しました。クラシックなホテルなんですが、この夏のウィーンがとても暑かったのでエアコンがガシガシに効いていてとっても助かりました。ウィーン到着翌日、ホテルで朝食をとってからシェーンブルン宮殿に向かいます。アメリカンブレックファーストでとっても種類の多い朝食でした。この蜂蜜すごくないですか？欲張ってパンやクレープにつけて毎日食べました。実はウィーンはパンの都と言われるほどパンの種類が多くて美味しいんです。室内の席で食べていましたが、テラス席も気持ちよさそうです。地下鉄でシェーンブルン宮殿に向かいます。ウィーンの中の地下鉄やトラム、切符への打刻は必須です。忘れてしまって見つかると105ユーロの罰金です。ウィーンの地下鉄はとっても分かりやすいです。駅に着いて右にまっすぐ10分ぐらい歩くとシェーンブルン宮殿に到着します。さすがウィーン一の観光名所、結構混んでいます。宮殿の中を見てから丘の上のグロリエッテまで行きます。修道院からハプスブルク家が受け継いだ際にはピンク色だった壁の色をマリア・テレジア時代にこの色に塗り替えました。当初は金色にする予定でしたが、当時の財政を考えこの色にしたことからテレジアンイエローと言われています。宮殿の入り口に向かいます。今回前日にCCチケットを買っていたのでどこにも並ばず、ファストパスのようにどんどん進んでいけます。CCチケットはオーディオガイド付きで全40部屋にアクセス可能です。皇帝への謁見を待つ人の控え室だったビリヤードの間、フランツ・ヨーゼフとエリザベトの肖像画、大ギャラリーは長さ43メートル、幅10メートルの大広間。1814年のウィーン会議や1961年のアメリカとソ連の東西首脳会談の舞台ともなりました。青い中国の間、1918年カール一世がここで権力を放棄する声明書に署名したことでハプスブルク王朝の歴史に終止符が打たれました。マリア・テレジアが夫との思い出の部屋に改装した漆の間。40部屋の中の多くが歴史の舞台となっているシェーンブルン宮殿はとても見応えがありました。続いてグロリエッテに向かいます。傾斜のきつい丘でしたが、疲れが吹き飛ぶほどの絶景が広がっています。ウィーンの街が一望できるこの場所、16人の子育てと政務に疲れていたマリア・テレジアの癒しの場所だったことがよくわかります。そのマリア・テレジアの癒しの隠れ家だった場所がもう一つあります。こちらのショー・グロリエッテです。夫のフランツ一世としばし朝食やアフタヌーンティーを楽しんだそうです。ハプスブルク家の後継者マリア・テレジアと夫のフランツ一世は当時には珍しく恋愛結婚だったそうです。行きから気になっていた給水所に寄ってみます。この給水所はウィーン市が街の至るところに設置してくれています。ウィーンの水道水はアルプスから直接引かれていて、美味しい天然水が蛇口をひねれば飲めると有名です。ここからは8度の水が出るようになっているそうです。帰りも打刻を忘れず地下鉄に乗ります。ウィーンの公共交通機関、15歳未満の子どもは日曜祝日およびウィーンの学校が休みの期間、それから11月2日と15日は無料で乗車できます。この巨大なパンダのぬいぐるみ、中に人が入ってるんですよ。
ウィーンの街には大道芸人のような人が結構たくさんいました。中欧料理に飽きてきていた我が家、ウィーンでは韓国料理やスペイン料理を食べました。ウィーンには素敵なカフェがたくさんあります。ゲルストナーはジェラートしか試せませんでしたが、次回はぜひ2階のカフェにも行ってみたいと思います。ウィーン3日目、ホーフブルクに行ってみます。シシーミュージアムを含む王宮内を見て回ります。シェーンブルン宮殿でお話ししていたシシーチケットは、シェーンブルン宮殿、家具博物館とこのホーフブルクで使えるコンビチケットです。予約などなしで優先レーンを行けるので便利です。シシーミュージアムはシシーの愛称で親しまれていた皇妃エリザベトの生涯をたどる博物館です。皇帝の部屋と一緒に見て回る仕様になっています。ダイヤモンドの星の髪飾りをつけたこのシシーの肖像画は、夫のフランツ・ヨーゼフ一世も気に入っていたそうです。エリザベトは日本ではエリザベートと呼ばれています。船旅は苦手だけれども鉄道の旅は好きだったというシシー専用の車両です。シシーの化粧室兼体操室、シシーが最も長い時間を過ごした部屋と言われています。ヨーロッパの宮廷一の美貌と言われたその容姿を保つためにとても努力していたそうです。ここでちょっとおさらいです。ハプスブルク家のマリア・テレジアの娘がマリー・アントワネットのことは有名ですが、2人とエリザベトは世代が違います。とはいえ3人が存在した時代のヨーロッパの歴史は面白いですよね。王室御用達の有名菓子店デメル、ここはザッハトルテが有名ですが、カイザーシュマーレンもまた有名です。失敗作から生まれたとは思えないほどの人気商品です。2階の喫茶でも食べられますが、テイクアウトもできます。次々に焼いて次々に売れていっていました。カラフルなお菓子たちは見ているだけで楽しいです。ここはホーフブルク王宮の近くにあります。デメルのお菓子は日本のデパ地下でも買えますので、お好きな方も多いのではないでしょうか。そうそう、ここのアイスコーヒーだけはおすすめしません。ウィーン最後の観光はドナウ川を見ながら歩き、クンストハウスに向かいました。ここはウィーン生まれの芸術家フンデルト・ガッサー設計の美術館です。環境活動家であったフンデルト・ガッサーは大阪舞島のゴミ処理場をデザインしています。日本に一時期住んでいたこともあるそうです。個性あふれる現代的な絵画や緩急のついた建築模型に子どもたちも見入っていました。行きは全部歩いてきましたが、帰りはトラムに乗って帰ります。トラムの切符は車内で買えます。ウィーンの地下鉄やトラムの券売機はとっても分かりやすく作られています。初めてでも簡単に購入できますよ。トラムから降りてホテルに戻る途中、ハースに立ち寄りました。こちらはすべての商品が無添加無着色の天然素材から作られているフルーツティーやフレーバーティーが有名なお店です。ハースの商品も日本で購入できます。ハースのカフェで一息つきます。スパークリングワインでシュテファン大聖堂に乾杯しました。ウィーンのお土産はマスタードがおすすめだよと聞いたので、ケルントナー通りのスーパーにやってきました。オーストリアのメーカーのマスタードもいっぱいあります。ウィーン在住の方のブログで見たことのあるマスタードを2種類買いました。プラハへの出発日、ザッハトルテを食べていなかったと思い出し、朝食を軽く済ませてザッハホテル方面へ。予約も時間もないので、ザッハホテルのお土産屋さんザッハコンフィズリーギベーナの横にあるカフェベルエタージュでザッハトルテをいただきました。こちらはカフェザッハーで出しているものと全く同じものがいただけます。ホテルの中のカフェザッハーの方もね、宮殿のような雰囲気でゴージャスで素敵なんですけれども、こちらオペラ座を見ながらもいただけるので、こっちも好きだなというふうに思いました。私たちが行った時期はカフェベルエタージュが8時オープン、お土産屋さんのコンフィズリーの方が9時オープンでした。ちなみにザッハトルテはザッハホテルが運営する公式サイトで日本にお取り寄せすることもできます。さて、これからプラハに移動します。
これから乗るオーストリア鉄道は昔乗った時に食堂車を利用したんですよね。そこで食事とワインをいただきながら見た景色がすごく綺麗だったのを今でも覚えているので楽しみです。座席指定もしっかりできているので自分たちの号車を確認して乗り込みます。乗車券は2ヶ月ほど前にトリップ .com で購入しました。4時間ちょっとの陸の旅、みんな思い思いに過ごします。車掌さんがお水を配ってくれていました。食事や飲み物のメニューも豊富です。ウェイターさんが注文を取りに来てくれて席まで料理も運んでくれます。とっても優雅な気持ちで過ごせたので4時間があっという間でした。停車駅も少なめで気づいたらプラハに到着です。さあ荷物を持ってプラハに降り立ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回プラハ編をお送りいたします。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。それではまた。バイバイ。ここで本編に入れると長くなってしまうのでやめたザッハトルテ小話を。1832年に修行中の料理人だったフランツ・ザッハーが貴族たちのために新しいデザートを作れと師匠に言われて考案したのがザッハトルテです。ザッハトルテは非常に好評で翌日にはウィーン中の話題になったそう。彼は当時16歳。後に彼の次男がホテルザッハを開業した際、ザッハトルテはレストランやカフェで提供されます。レシピは門外不出とされていましたが、ホテルザッハーが財政難に陥った時に資金援助をしたデメルが代償にザッハトルテの販売権を得ました。紆余曲折あって後に7年にも及ぶ裁判をし、デメルのものはデメルのザッハトルテ、ホテルザッハーのものはオリジナルザッハトルテとして売ることになったそうです。ちなみにザッハトルテという名前の商標権は切れているので、日本の洋菓子屋さんがザッハトルテと名付けて売っていても問題ないそうです。